こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は余っている毛糸でミニポーチを編んでいきます。編が5個くらい入るミニサイズなので、ちょっとした時間で編んでいただくことができます。お好きな紐で結び方も特に決まりはないので、好きな形にアレンジしていただければと思います。使用する材料はこちらです。余っている毛糸と紐はあるもので大丈夫です。使用するかぎ針は7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖斜めを編んでいきます。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを16目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、ここから細編みを7目編んでいきます。細編みが7目編めました。端に細編みを1つ編んで、反対側にして細編み7目編んでいきます。細編み7目編み終えたら、もう一つ細編みを編んで、これで1段目が完成です。2段目は増し目を6回入れて細編みを編んでいきます。1段目の終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。1つ目は増し目を1回、増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。ここから細編みを5目編んでいきます。細編みを5目編み終えました。ここからサイドの3目は
増し目を3回編みます。増し目を1回、2回、3回編みます。ここから細編みを5目編みます。細編みを5目編んできました。ここから最後の2つは増し目を2回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。2段目の編み終わりから続けて細編み1、増し目1を編みます。ここから細編みを5目編んでいきます。細編みが5目編めたら、ここから細編み1、増し目1を3回繰り返します。細編み、増し目、細編み、増し目、細編み、増し目、ここから細編みを5目編んでいきます。細編みが5目編めたら、細編み1、増し目1を2回編みます。これで3段目が完成です。編み始めの糸を処理します。
4段目は細編み28目を1周編みます。3段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1周28目を編んでいきます。細編みを1周編んできました。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。糸を変えて玉編みを編んでいきます。4段目の終わりから1つ目に針を入れて、新しい糸を針にかけて引き抜きます。鎖2つで立ち上げて、針に糸をかけて1回、もう1回針に糸をかけて2回、最後に糸をかけて一気に引き抜きます。これが1つ目の玉編みになります。鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところに玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて1回、2回、3回編んだら針に糸をかけて一気に引き抜きます。これが2つ目の玉編みになります。鎖を1回編んで、1つ目を開けたところに1回、2回、3回編んで、針に糸をかけて一気に引き抜きます。鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところに玉編みを編みます。鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところに玉編みを編みます。この繰り返しで玉編みを1周編んでいきます。玉編みを1周編んできました。最後の玉編みは14個目になります。最後の玉編みが編めたら、鎖を1つ編んで、1つ目の玉編みのこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで5段目が完成です。6段目も続けて玉編みを編んでいきます。
5段目を編み終えたところから1つ目の鎖のところから糸を引き抜きます。鎖2回で立ち上げて1回2回編んで糸を一気に引き抜きます。これで1つ目の玉編みが完成です。鎖を編んで次の鎖のところに玉編みを編んでいきます。鎖を編んで次の鎖のところに玉編みを編みます。この繰り返しで1段編んでいきます。玉編みを1段編んできました。14個目の玉編みを編んで鎖1つ編んで最初の玉編みのところから糸を引き抜きます。これで6段目が完成です。7段目も同じように玉編みを1周編んでいきます。6段目の終わりから1つ目の鎖に針を入れて糸を引き抜きます。鎖2つで立ち上げて1つ目の細編みを編みます。鎖を編んで鎖のところに玉編みを編んでいきます。鎖玉編みこの繰り返しで1周編んでいきます。玉編みを1周編んできました。最後の玉編みが編めたら鎖1つ編んで最初の玉編みのところから糸を引き抜きます。これで7段目が完成です。この糸はここで終わりなのでカットしておきます。8段目は糸を変えて細編みを1周編んでいきます。7段目を編み終えたところから最初の鎖部分から糸を引き抜いておきます。新しい糸に変えて鎖1つで立ち上げます。下の段の鎖のところに細編みを2回編みます。次の鎖のところにも細編みを2回。次の鎖部分にも2回。この繰り返しで1周編んでいきます。
細編みを1周編んできました。最後の鎖のところにも細編みを2つ編んで、これで8段目が完成です。9段目からは細編み28目を3段編んでいきます。8段目の編み終わりから、ここからは鎖の立ち上げなしで細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編み28目を3段編んでいきます。3段編むとこんな感じになります。12段目は紐を通す穴を編んでいきます。11段目の編み終わりから鎖を編んで、1つ目を開けたところに細編みを編みます。鎖を編んで1つ目を開けたところに細編み、鎖を編んで1つ目を開けたところに細編み、この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。最後の編み目は細編みになります。これで12段目が完成です。13段目は細編みを1周編んでいきます。12段目を編み終えたところから1つ目の鎖のところに細編みを2回、次の鎖のところも細編みを2回、次の鎖も2回、この繰り返しで全部で28目編んでいきます。細編みを1周編んできました。下の段の最後の鎖のところに細編みを2回編んで、これで13段目が完成です。最後に縁を1周編んでいきます。アーチのところは鎖を3つ編みます。13段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖を1、2、3編んだら1つ目を開けたところに針を入れて糸を引き抜きます。鎖を1、2、3編んで1つ目を開けたところから糸を引き抜きます。この繰り返しになります。鎖を3つ、1つ目を開けたところから糸を引き抜きます。この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。最後の鎖3つを編んだら
最初の編み目から糸を引き抜きます。これで縁の段が完成です。糸をカットします。最後に糸処理をします。糸処理が終わったら好きな紐を通していきます。完成です。お疲れ様でした。目薬やヘアゴムなど小さいものを入れるのにも使えそうです。小さいサイズで余っている紐で編めますので、ちょっとしたプレゼントにも良さそうです。使う毛糸によっていろいろな雰囲気のポーチに仕上がりますので、もしよかったら編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録